コウタです。タイです。今日はチェンマイでかかった1ヶ月の生活費を発表したいと思います。イエーイはい、そんな感じで我々は2024年の11月と12月をチェンマイで過ごしました。もう最高の日々でしたね。最高でした。で、その中でじゃあいくら使ったのっていうふうによく聞かれたりするんですね。で、今回はこの方、チェンマイのなんと YouTuber 仲間の農ジョブ夫婦さんが1ヶ月どれくらいかかったかっていう動画を撮っておられたので、それに触発されて我々も撮ってみました。ぜひですね、農ジョブ夫婦さんの YouTube は概要欄から見てください。見てください。というわけで、まずこの生活費を発表する前に前提条件をお話ししてみたいと思います。というのは今回ですね、我々2人とも会社を経営しておりまして、会社に関わる経費っていうのはいろいろあるわけですね。で、人件費だったりとか、いろんな諸経費、事務所もね、沖縄にありますし、かかってますと。で、こういったことは全て除外をしております。完全に生活費のみということですね。で、100% 正確ではないというのをご理解ください。一応、クレジットカードの履歴とか記憶をたどったりとかしながらやっていったけれども、もしかしたら完全正確でない場合があるということはご理解いただければなと思います。世界樹チャンネルでは、純粋に2人の生活費だけでいくらかかったのか、早速出しちゃうんですか？出しちゃいましょう。はい、なんとじゃん29万2630円です。なかなか安い感じです。いや、我々からしたらめちゃくちゃ安いって感じでしょ。そうだね。東京とかさ、住んでた時とかから考えたら相当安いよね。今回ね、前提をお話しすると、全くこの節約したという意識はないです。どっちかというと贅沢に使った感じ。贅沢って遊びまくった感じだよね。もう結構いろんなとこ行きまくってマッサージを受けたりとか、サウナを行ったりとか、温泉遠出したりとか、パーイっていう旅行にも行ったりとか、旅行行ったりしたしな、観光もしまくったしね。それやった中であれだけのお値段っていうのは相当安いなと。そうやな。だからさ、短期で済んだ費用だというふうに考えてもらっていいよね。だから切り詰めようと思えばいくらでもまだ切り詰められるというのが今の現実です。で、内訳にでは入ってまいりたいと思います。はい、それではまずは家関係のお話をしたいと思います。まずはこちら家賃ですね。家賃は9万3000円でした。これは非常に高いと言えます。そうやんな。もうお仲間のチェンマイ仲間に聞いたところ、だいたい半額以下。そうやな。で、しかも同じように3から5万ぐらい5万ぐらいが多いかなというふうに思います。1万バーツ、4万5千円ですけど、だいたいそれくらいあれば、家賃が払えて、しかも、プールとジムがついているというようなところが借りれたりします。安いよな、ほんまはな。我々は2ヶ月からいないということもあって、Airbnb というのを使いました。だからそれだけのお値段で、仕方ないという形でやったけども、次はね、なんか違うやり方でチャレンジしてみたいなと思います。そうやね、直接交渉とかしたら絶対安いよな。そうですね。とはいえですね、我々からしたら水道光熱費無料、ジムプール付き、インターネットも無料ということで、清掃も清掃もあって本当に安いなといったのが実感です。これが同じ日本で借りたら15万、20万、30万、東京だったら30万以上かかるかなというようなお値段ですけども、チェンマイだったら9万3000円で過ごせたということになります。で、続いてこの宿はですね、ジムはついていたんですけど、ちょっと簡易だったと。そうやな、ちょっとしょぼめの。ご覧になったらね、わかると思いますけど、しょぼめなんだったので、私的にはまだ足りないものがあった。ベンチプレスとか、あと各種ね、やりたいことがあったので、一部私だけジムに行きました。タイミーさんぐらいの運動量だったらそこまで必要なかったけど、私は結構専門的にやったりするので、ジムに通って、それがだいたい月に7回。でもこれがですね、1回60バーツ。270円から80円ぐらいのお金なので、1980円ということになります。めっちゃ安い。すごいね。月決めにしたらもっと安いからね。安い。十分なマシーンの数もあった？あった。十分なマシンだし、もう俺ら通ってたジムだったでしょ。あそこよりはるかにあった。マシン自体は。そうなんや。すごい広い体育館みたいなところで。いいな。そして洗濯代というのがかかります。これは
同じ敷地内、うんうん我々のコンドミニアムの敷地内に洗濯機あったもんね。洗濯機と乾燥機があります。うんでこれがだいたい洗濯機が20バーツうんで乾燥機が60バーツ、10分いくら10バーツみたいな感じですけど、60バーツかかって、合計が360円ぐらいというのが、1回の洗濯で、だいたい月に1回から2回やったので合計6回ぐらいやったので、これは2100円、60円。週に1回から2回ってこと？月に1回から2回？週に1回から2回、月に1回から2回、そうめっちゃ洗濯めっちゃしてへん人やんって思われる。週に1回から2回、結構ね我々は貯めて週に1回ぐらいやろうかなというような感じでやっていました、はい、でその中で、このように2100円ということになりました。だからそんなにこれも知れてるよね。そうだね、洗剤代とかもあるけど、洗剤は後で雑費で、かかってないですね。はい、というわけで続いては通信費です。大事。通信費は、SIM カードですね、主に。普通の家のネットは料金に含まれていたので、SIM カードを払いました。これが、SIM 代が300円。これは1回買ったら何ヶ月でも使えるようなやつなんですけど、かかってですね。で、プランが100ギガまでネットが使えます。もちろん番号もいただいて。使い切れないね。使い切れない。もう使いまくりました。これはスピードが15メガに制限されるというプラン。15メガ BPS に制限される。でもYouTube 見たりするのは全然問題ないというものだったので。爆速でもないけど、問題ないという感じですね。でこれが月々1800円。1人ね。でもっとこれ実は90日のプランだったので我々60日しかいなかったので、本当はもっと月単位にしたら1100円とか200円ぐらいになるような計算です。安いよね。非常にネットは安くて安定しています。でこれもいろんなプランがあるのでもっと早い方がいいっていうんであれば、もうちょっと高かったりとか、あるいはもうちょっとギガ数を減らしたいというんであればもっと安かったりとかいうプランがあったりします。メーカーはディタックというメーカーで、国内日本におけるソフトバンクみたいな存在第3位の、通信会社でもう速度エリアとも全く問題ありません。はい、非常に出たことないもんね。タイのネットは安定しているので安心していただければと思います。はい。続いて、これは個人的なものですけど、英会話のオンライン英会話、ネイティブキャンプというのを契約しています。だからこれは6480円月々かかるので、これは普通に固定でかかってきますと。でさらに毎月サブスクですね、やっているのが、Amazon プライム600円、そして YouTube プレミアム200円、1200円、ということで、こちらが、合計1800円かかってくるというのが、我々のものですね。つまりこれで約家に関わるお金というのが10万650円ということになります。これは我々からしたら安いかなというふうに思いますが、いくらでもこの家賃によっては変えることができますよというようなお話です。なんか皆さんがこれぐらいの家賃とかこれぐらいの節約して住みたいなって思ったらそれぐらい全然余裕でできる感じだよね。できる。これ半分もいかへんかな。半分は無理かな。6万ぐらいはいけるだろうなって感じね。6万ぐらいはいけるんじゃない。家賃がそもそもさ4万とかのとこもあるから、もし4万のところにしたらもうすでにそれでさ6万ぐらいやろ。すごいよな。でこのさネイティブキャンプなんて別にみんないらへんからそれ引いたら5万円台も目指せるよね。全然いけると思いますよ。ここまでで。はい。そして次はじゃあフード関係、食費関係に移りたいと思います。これも気になると思います。大体ですね、食費が朝150円ぐらい。これはほとんどがオートミールとヨーグルト。あとフルーツ切ってちょっとナッツを混ぜて食べるというのがあって、2人で300円ぐらいの、予算って言ったらおかしいですけど、そんな形の結果論になりました。なので1人平均150円、そして、昼食と夕食はかなり日によって変動があります。そうだね。結構ね、今日は豪華に行こうかっていう時もあれば、いやいやすごく、節約じゃないですけど、安かったねっていうね、タイ料理とか食べて安かったね、美味しいけど安かったねって時がそうやな。ローカルなところ行ったりもするし、あとなんかちゃんとしたなんだろうな、ちょっと外人向けのレストランとか、そういうとこ行ったり、あと会食系でちょっとお金使ったりとかも、会食はまた別の交友費というので取ってあります。5歳がね。はい。というわけでだいたい平均的に朝食が150円、昼食が600円、夕食が700円というぐらいになっておりまして、
だいたいこれ29日と計算しました。はい。なぜならば、今日は夕食やめとこうかとかってね、ちょっと昼飯食いすぎたとかね、前の日食いすぎたとかいうことがあったりとか、あと我々たまにファスティングをしてるので、今日は1日食べませんと、水だけですという日があったりして、31日のうち2日ぐらいはそれ食べない日があったかなということで、29日で計算しております。はい。というわけで、84,100円というのが食費になっています。日本だったらどれぐらいになるかな、1ヶ月食費って。だから本当にこれもスタイル言うのね。だからこの食費も84,100円っていうのはもっといくらでも切り詰めることができると。そうやな。だいたいこのご覧になったカオマンガイカオマンガイがだいたい40バーツから50バーツなので、50バーツだとしても225円ぐらい。そうやな。だからローカル食をもし毎日食べたとしたら、これの半分ぐらい。半分で余裕でいけるでしょうね。ね。4万ぐらいでいけるか。というぐらいもう切り詰めれば安い。特に現地のタイ料理っていうのは安くて美味しい店がたくさんあるので、本当にタイ料理がもう大丈夫な方はもうぜひともね、節約しながら美味しいものが食べれるということで楽しいかなと思います。でこれは我々の個人的なものですけど、プロテインというのをね、飲んでおりまして、これを大体ラサダというサイトから買っているんですけど、日本でいうとアマゾンみたいなね。Amazon.com 楽天ですね、そういったもので買っているので、大体月に2人で6,000円ぐらいかかっているということで、これは6,000円計上しておりますと。その次にサプリというね、ものもあって、これは iHerb ね、我々の愛用してる iHerb とっても便利で、もう世界何十カ国に直接届けてくれる、家までね届けてくれるということで、非常に便利。ただ注意点は、私タイでは買っていません。もっと前の日本であるとか、あるいはここにマレーシアで買ったりしてるんですけど、なぜならばタイだと関税がかかったりするんですね。iHerb 届けてくれますが、何%か結構高い国によって違う関税が取られますということで、タイは2ヶ月分持って行って、そこは普通に消費して、またマレーシア来たらいくらまでっていうのがあったので、そこまでは関税無料なので、こっちで買ったということになって、大体月に1万円ぐらい、鉄分であるとか、プロバイオティクス乳酸菌であるとか、あとはマルチビタミンですね、そういったものを飲んでいますということですね。これさ、ラサダで買えたりもするんかな。買えない可能性の方が高いんじゃないかな、全く同じものは。あとさ、ほら中島さんが言うさ、タオバオだったらもしかしたらあるの。ないと思う。それないの。アメリカのメーカー会社なので、サプリは無理。そのメーカそのメーカーーがサプリそうかそうかそう何がっていう、そうで、一応 iHerb はかなり質が高いというふうにお医者さんも推奨しているので、そこはいいかなと思っています。本当に何でもよければ別に地元のドラッグストアでもいくらでもいっぱい売ってるからな、普通に。という感じです。はい。そして我々の楽しみ、お菓子など。お菓子など。時にはね、なんかドリンクですね、甘めのドリンクというのをタイミさんが買ったりしました。私はほとんど買ってないです。で、私は基本的に砂糖は食べないんですが、ポテトチップスは食べます。もちろん健康に良くないというのは分かってるんですが、それぐらいはいいだろうということで、買っています。ということで、大体2人で、週に1回から2回買うかなということで、12回計上して、3,600円計上してる。こんな多分いってないかなというようなところが実感です。でもさ、ほらスイーツ屋さんとか行ったりさ。いや、そうなんですよ。だからなぜ12回かというと、これ圧倒的にタイミさんの方が多いんですよ。カフェ行って食べたら、タイミさんの方が多いんです。一挙にそこでお金が。あなたいろんなこの今画面に多分映ってると思いますが、こういったスイーツ、フルーツスイーツをそう食べると1回で500円、700円、1000円ぐらいいっちゃうこともあるからね。ということで、そこは計上しておりますです。で、続いては水ですね。水はだいたい我々、タイで便利なのが、結構街中になんか水汲み所、給水所、5バースとか入れて、6リットルのものを持っていくと、ウィーンってこう電動で動いて、まさに水の自動販売機みたいなのがあるんですね。でそれを1回汲むと大体25円とか20円とか25円ぐらいかかりますということで、大体毎日やって、うちの敷地内にねあったので、毎日汲みに行って、あれ便利だね、ということでやってました。でたまにコンビニとかスーパーで6リットル、これ大体42バースと43バースとかいろいろあるんですけど、そういったものを買うので、大体水代が1500円ぐらいかなというふうに思います。安いね、すごくない？我々お酒飲まないんですけど、お酒飲む方はタイ結構お酒安いので、安いよな、確かに日本よりね
お酒好きな方はうんこちらで、タイで飲んだら抑えられるといろんな種類あるしね、いうことだと思います。うんというわけで食料関係がはい10万5200円はいというふうにかかりました。でこれも人によってはプロテインいらないよとかサプリいらないよとか、あとはもうローカルで十分だよっていうんであれば、これもやはり半額ぐらいにはそうやな、5万ぐらいになるかと思いますうん、ので、まあ今20万これでかかってますけど、合計で10万家関係、家関係と通信費も入れて、うん食費も含めてちょっと楽しみもね、お菓子も入れながらやっても10万で済むとそうやな、いうことでいけるよな。非常に安いなというふうに思います。うんさあ続いていきます。大事な、大事な我々にとっては移動費ですね。移動に関わるお金です。うんうん、でこれは主に我々はバイクを借りました。バイク便利やからそうですね最高ですよ。バイクは本当にもう絶対みんな借りてまあ安全運転で、うまあ、過去いろんなねバイクに関する動画出してるのでそれもご覧いただきたいんですけど、もうバイクが我々の人生を変えた、いや旅行人生とか移住人生を変えたと言っていいぐらい、うんまあ、楽しい移動生活をさせてもらってると、でしかもちょっと遠出する時なんかはガソリン代200円だけで行って帰ってこれるみたいなねすごいよな。ことで、まあ、コスト的にも良かったということで1回目にさチェンマイ住んだ時はさバイク乗らんかった乗らなかっで2回目からバイク乗り始めたやん。た。そうそう、全然ちゃうくない、だからもう気軽さがね違うんで、うんまあ、バイクタクシーとかグラブタクシーって非常に安いんですけど、うんそれでもやっぱりなんか呼ぶ手間とかねかかったり、あちょっとお金かかるからやめとくかみたいな感じのね、ことがあったりして、バイク気軽さがねはとてもいいなというふうに思いました。本当に、でこれが1ヶ月3000バーツうんレンタル費としてかかりますということで、これはまあいろいろ調べたんですけど安い方だと思います。もしかしたらもっと安いところあるかもしれませんが、まあこれぐらいが標準から下の方の値段だと思います。 1万4000円ぐらい。 1万4000円ぐらいということになります。で続いてはこれに関するガソリン代ですけど、結構ね燃費がいいので週に1回ぐらいしか入れてないです。いろいろ行きました。そうやなもう毎日のように乗っていて、もう今日は行こうあそこ行こうあそこ行こうみたいなね、30分40分行ったりとか、前によっては1時間乗ったりとかしたんですが、まあ週に1回で、大体1回100バーツかかるので、450円かかって、それが4回から、まあ、5回行く時もあるかもしれませんが、大体まあ1800円ぐらいかかりました安いね。という感じです。でもさガソリン代はそんなにさ安いわけじゃないんだよね。ガソリン代は安くないです。なそうレートというかそうは大体あんまり変わらないよ日本と同じぐらいですね日本と。だけどまあそのバイクの燃費の良さというのがあって、結果的に安いということになります。ねありがたいね。はい、それでうん続いて、まあ皆さんもねタクシーとか使うと思いますが、うんまあ、タクシーかタイミさん1回だけかな使ったソンテイっていうのもねそうだよね。あって、これもまあなかなかいい体験なので使っていただけたらと思うんですが、タクシーに関してはもうグラブ、うん最近ボルトとか出てますが、そうやなまあ、グラブが有名で非常に便利、うんしかも安いということで、大体初乗りが250円とか300円ぐらいからうん乗れます。本当にしかも結構な距離行ってもまあ1000円かからないってそうやんな。いう感じなんで、安いよな。もう日本のタクシーと比べると3分の1、5分の1ぐらい、10分の1、長距離だと10分の1かもしれないとそうやな。いうようなものなんで、ぜひこれもね使っていただきたいんですけど、タクシーはだいたいまあ平均してそんなに使ってないんですけど、500円ぐらい。空港行き帰りやな。空港行き帰りは入れたよね。空港行き帰りとか、あとまあちょっとまあマミちゃんとどっか行ったりとか、ちょっとまあ使ったことがあるので、それ5回分ぐらい大体計上しています。そうすると1回500円もいかないんですけど、まあ、500円ぐらいというふうに言っといて、5回でこの2500円ということになっております。つまりまあ移動にかかるお金というのが1万8300円と。安い。これは安いですね。ので、まあ、このバイク効果というのか、そうやな。いろいろ移動できて、まあ、温泉とかもね、行って2回も行ってね、いろんなお寺とかも行ってよかったなというふうに思うので、こう走った。まあ、これがね、楽しかったですという感じです。そして旅行に行きましたと。まあ、旅行、日帰り旅行2回かな、温泉という意味では。でまあ、お寺30分ぐらいのお寺に行ったりとか、まあ、結構旅行はして、代表的なのがパーイというね、ところ、これまたパーイ動画がありますので、ご覧いただきたいと思います。本当にパーイはおすすめ。最高やった。まあ、パーイの話してるのに。間違えた、温泉って書いてたから温泉見ちゃった。はい、パーイも良かった。何その真顔。パーイ良かった。パーイ良かったね。パーイ良かった。癒しの場所やった。そう。
パーリは今のね、このタイの最先端スポット、一番ヨーロピアンが集まる場所っていうふうに言われてるので、ぜひ皆さんも行っていただきたいなんかラブ&ピースな場所。でさらに温泉ですね、うん温泉も2カ所行って、土井サケット温泉と三冠ペン温泉というね、これも本当に良かったので行っていただきたいと。でここに今旅費などっていうふうに書いてあるんですが、パーイにはバス使いましたということで、こちらが1人1400円かかって行き帰りでですね、3時間の道のり1400円だから結構安いなというふうに思いますが、これパーイさ、バイクで行けないですかって思ってる人いるかもしれんけど、絶対やめた方がいいからね。そんなこと考えてる人あんまりいないと思うんですよね。よっぽどマニアックな人じゃないと。そうか、いないか。だってさ、これバイクで行けばさ、安くなるやんとか思うかもしれへんけど、とんでもないから、カーブが凄まじいんで。これまたパーイ動画ありますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。というわけで、2800円という話になります。で、ホテルが7700円のところを泊まりました。これもパーイ動画で見ていただいて素敵なホテルでした。ね。で、ここでもバイクを借りて、だいたい250バーツ。で、さらにガソリン代とかもあったので、合計1500円と。で、さらに遊びですね。いろんな遊び、これ1000円しかかかってないって、ほぼ入館料とか行ってないもんね。ほぼ行ってないんですよ。なかったよね。パーイに関しては。何かあった？ゾウさん無料でしょ。で、橋無料でしょ。ゾウさんの餌買ったけど。買ったか。だから1000円以内に収まるっていう感じでね。というわけで、まずゾウさん無料みたいな感じで書いてありますが、ほぼお金かからず楽しむことができた。キャイパニンもちょっとね、寄付みたいのがありましたけど、それも100円以内ぐらいの自由やから、しかもあれは感じで。で、さらにいくつかね、配管料がかかるような、ワットプラケオじゃなかった、お寺ですね、チェンマイ市内のお寺をいくつか行ったので、それを合計いろいろ含めたら2000円ぐらいという感じで、配管料ほとんどないけどね、あるところがいくつか2個ぐらいしかない。そうですね。で、温泉に関しては1人100バーツが2回かかって、それが2人分なのでだいたい1800円分という形になります。これぐらいでね、ガソリン代含めたらガソリン代も多分250円とかだったので、ランチとかそういうの抜いたらもう1人1000円以内で温泉まで行けてしまうっていうね、1時間ぐらいかかるんですけど、いう感じでよかったなと思います。最高ですね。で、土井サケット温泉は安かったので、もっと安かったよね。700円という形になります。さあ、これが料理ですね。そしてお待ちかね、何がお待ちかねかっていう感じなんですけど、なんか大好き。はい、我々はオールドメディシンホスピタルかな、そういった、サウナとあとマッサージといろいろ複合施設、複合癒し施設みたいなのがあって、そこのサウナによく通ってました。スクールだよね、あれでも。スクールもある、マッサージもある、いろんなことができるというようなところで、ここが1回100バーツ、安すぎる。450円。でも貸してくれるし、そう何も持ってパレオっていうね、タイミさんのやつで、これまた動画が出てると思いますが、パレオを借りて、これも30バーツ140円ぐらいかな、なので、1回大体平均して1人500、2人行ったんですけど、1人平均515円ぐらい、私は何も450円だけで水着だけね、でやったという感じで、そうなると、大体本当たくさん何回も行ったので、月に6回ぐらい合計行って、それぐらい行ってるかもしれんな。で6180円という形になります。ここから楽しみのお金ですね、旅費だったりサウナだったり。で、さらにこれもお得なのがみんな大好きタイ古式マッサージですね。これもぜひ行っていただきたいんですが、これもいろんな動画でご紹介してるんですが、だいたい安いところ、我々が行っていたところは1時間200バーツなんで900円です。で、チップとかね渡したりするので、だいたいここでは1100円というふうに計上をしています。で、これはね、私よりも結構たゆみさんの方が行ったというね、見ちゃったりとか、一人でなんか本当に疲れた仕事が詰めの時にバイクで送って行ってもらったりとかしたんで、だいたい8回ぐらい合計で2人で行きましたということで8800円になります。安いな。はい。で、そして結構かかった、これはもちろん問題なく我々にとってはねいいなと思ってやったんですが、交際費がかかります。そうだね、食事ね行ったもんね、何回か。結構日本人の方々で食事会しましょうとか、チェンマイってね面白い場所でいろんなところから人が集まる場所なんですね。私バリ島にいましたとか、あるいはジョージアにいましたとか、いやベトナムにいたんですとかっていう方々が、ちょっとチェンマイ寄ったんでみたいな感じでいろいろ食事会を
してね、非常に楽しい日々を過ごしましたそう。で日本食レストランもいっぱいあるので、うんそういったところで、皆さんでお酒を飲みながらとそうやないうようなことをやって、これがだいたい4000円、そんなかかんない日もあるんですけど、そうやな、かかって4000円って感じですね。そうやなでそれでだいたいうん7回ぐらい、あなたはまみちゃんとかがあったので、うん7っていう計算してますが、は7回ぐらい行って、2万8000円という形で食事会をしました。うんこれ楽しい日ですよね。はい、でさらにお得なのがこのカフェですね。そうやな、すごいな。カフェは本当に雰囲気がよく、うんしかも、東京とかバンコクみたいに混んでいなくて、うんネットは爆速で、うんめちゃくちゃ仕事がしやすいうんにもかかわらず、この値段が安いとのいうことで、雰囲気もいいし、チェンマイのカフェは本当におすすめです、うん今もね動画多分いくつか出してくれてると思いますが、おすすめです、うでこれはですね、安いと50バーツぐらい、だいたい225円、うんもちろんもっと安くて、のもローカルで行くようなところはありますけども、我々はだいたい50バーツぐらいからのところに行ったという感じです、で、平均すると80バーツぐらい、100バーツのところもありますし、50バーツのところもありますので、100バーツ360円ぐらいカフェラテでねかかったかなというような感じです、ブラックコーヒーのはもっと安いですね。そうやな。そしてこれが20回ぐらい、結構多めに断るごとに行結構った行ったからな。カフェいろんないっぱいあるからもう行ききられへんぐらいあるからさ、全然行ききれない、ほんまにそうやで。ほんまにそうやでというわけこうなるでて、8000円ぐらいかかりましたということで、うん遊び費、遊行費、交際費、うん交友関係全般で6万8480円ということで、7万円ぐらい2人で使いそうました。ですね。まあ人によってはゼロになるかもしれゼロになるないからね、これうんは。全部。サウナだけ行きますだったら6180円、サウナじゃわ。マッサージだけ行きますよ、8800円で行け2人でるから。 8800円とかね。そうやな、うん1人だったら4400円。うん、で家賃とか食事の関係のやつとか全部合わせたらだから12万ぐらい。10万以下でいけんじゃない一人やったら結構切り詰めたら、1人っていうと今度は家でシェアできないかあ、ら、そうか部屋がちょっとかかったりするのかもしれないけど、でも10万でなんとかいけるかと思います。はいなあ、すごいよな。で雑費がね、例えば引っ越した時に洗剤買ったりとか、食器少し買ったりとか、タイパンツ、これも多分動画で流してくれてると思うんですけど、このタイパンツがね、すぐやる快適、そこじゃないそこじゃない、まずはすごい快適なんだけどってことを説明しないとすごい快適なんですけど、すぐ破れる。だいたい100バーツ450円ぐらいで買えるんですけど、買えるけどね、股が破けるからそう股とかポケットとか穴が開いちゃうんですけ穴開くど、から気をつけてみる。でもすごい快適です。うんなので3日ぐらい例えば旅行して過ごす分には多分そこまでは壊れないと思うので、すごい快適に歩いたりするかなというふうに思います。涼しいんだよね、あれね。涼しい、もう本当に薄々やし。でさらにはこの時ね、ラッキーと言ったら変ですけれども、保険がクレジットカードで代用できたと、つまり1回日本に帰ってるのでクレジット履歴がまたゼロになったので、でまた出たので3ヶ月間は、このクレジットカード付帯保険でやるということなんでゼロだったんですけど、ここに普段だったら3ヶ月過ぎたら1万5000円ぐらいの、ノマド保険というのに入っております。だから2人で3万円ぐらいですね。だからさらに3万円ぐらいここに足す形になります。なので合計が今回29万2630円ということで、これが結構遊んだけれどもこういった額になった。とはいえ11月というのは小室院もあったりして家賃が非常に高かった。で、ジムにも通った、新たにねお金を払って結構高い月々6300円ぐらいのところに通ったということで高かったので、もっとかかってます。なので、これを参考にしていただいて、ちょっと11月になったら皆さん上がる可能性あるということを考えていただいて、ただ、家賃とかも含めたら全然これより切り詰めることは可能なので、遊び回って30万だというふうに考えていただくと、いかにこのチェンマイの安さがね、何も節約せずにこの金額だからね。節約しようと思ったらもっと
ほんまにできるもんな。いや全然15万ぐらいいけますからね。そうやな、15万どころじゃないかもね、もうマックスいけば10万ぐらいに収められる人って中にはつわもの出てきそう。2人で10万は無理だろうな。まあさっきご紹介したノージョブ夫婦さんはだいたい13万とか14万ぐらいでできましたよっていう話されてるので、結構いいとこ住んでますしね。そう、それやるのにさめっちゃ安かったやん、家賃が。だからそういうふうにちゃんと地元で一生懸命探して長くね住んで、地元で契約してということをやったら安くなるかなと思います。というわけで以上、今回はチェンマイでの生活費を大公開とぶっちゃけましたいう形でご紹介させていただきました。ぜひいいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録、なんかね質問とかこういったテーマ取り上げてっていうことがあったら、ぜひコメント欄にも書き込んでいただきたいなというふうに思います。あと住んだことある人やったらいくらやって教えてほしい。そうですね、これはかかりすぎやって絶対家賃とかね言われると思いますけど、確かにそうなんですね。食費なんかこんないかないっていうふうに思うかもしれませんね。確かにその通りです。こんなに高くなく住めるよと思ってほしいな。そうですね、これ見て高って思わんといてって感じやけど。というわけでまた世界中でお会いしたいと思います。それでは See you around the world。 バイバーイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.